Don't really. ハートの形をした葉っぱが可愛い多肉植物、これなんですけど、お水をあげるタイミングなんですけどね、これよく見えるでしょうか。こうシワシワになってる。で、触った時も柔らかいんですね。はい、これ水あげるタイミングです。はい、こっちもちょっとシワシワだし、触った時にこうふにゃふにゃって感じなので、これ水をあげるタイミングなので水をあげます。ちなみにこの横にあるこの透明なこれ何かなと思うかもしれないんですけど、実はこれアリ対策なんですよ。鉢は普通に下に穴があるタイプです。そしてこっちは実は穴がないタイプなんですけど、多肉植物の場合はこういった穴がないタイプの鉢でも育てられると言われていて、ただ水をあげるときにあげすぎないのが大事。こんな感じかな。こっちのは下から出てこないので上げすぎに注意ですね。シワシワの感じわかりますよね。シワシワ触った感じも柔らかい。これが、水をあげるタイミングでちょっとこっちにあるのは水をあげたばっかりなので、見るとわかると思うけど葉っぱがぷっくらしていて、触った時もこう硬いというか弾力があります。これは水をあげた後のね感じですね。
チドリさん来た。ハチドリさん来た。かわいい子来た。今回はこの鉢を使って、植えていきたいと思います。私が半水耕栽培するときによくやる方法なんですけど、セラミックの鉢にサイズがあった透明な鉢を、内側の鉢として使います。で、内側の鉢の高さがちょっと少し短いぐらい、そうするとここに隙間ができるので、ここに水を入れておくって感じですね。そのセットアップで、下でこの合成糸を入れる理由は、こういうふうに入れた時にこの部分が水に当たってここから水を吸い上げるというシステム。これを、普通のコットンの紐とかを使う人もいるんですけど、私が友達にこの半水耕栽培のやり方を教えてもらった時には、こっちの合成糸を使った方が、これは水に濡れても何も溶けたりとかもしないから、こっちの方がいいよって言われて、ずっとこのタイプの糸を使っています。はい、こんな感じで、今日は、レカに植えていくんですけど、再利用する、今回のは、こっちもうすでに、レカとポンが混ざってる状態のもの、これを再利用します。なのでこの混ざった状態で入れていきます。これ全然根が出てきてないけど芽は出てきてる。もうこのまま植えちゃいます。多分葉っぱがない状態の茎の部分だけを水に入れといたんだけど、根生えてきている。そして新しい芽も入ってきてますね。この部分が邪魔なので切っちゃいます。ここも多分もういいから切っちゃう。これちょっと小さいから横に置いとく。これも同じようにさっきと同じで茎だけで水差ししたんだけど、すごいこの下の部分これ腐っちゃってますね。ここをバッサリ切っちゃおう。2つはちょっと別にしとくしょう。よいしょ。まず少し下の方にちょっとこれね、ここの部分にこんなに間が空いちゃっているので、根が出てきてくれるって信じて、もうここで切っちゃって、この部分のね濃度からはこの鉢に植えた中で発根してもらう、多分大丈夫だと思うので。なのでこれどうするかというと、どうしようかな。ここから生えてるので、
こで切って、これは入れる中にこういう感じでね。でここがもうこの下の部分を切っちゃう。この部分から根が生えてくるはずなので、ここが下に入るようにして入れます。こんな感じ。そしてまだ長いやつだったかな。これ結構、これも長いね。これもここに葉っぱがない濃度が